やっぱてっぺんの方はね結構生い茂ってます。この上の、枝がいっぱい密集してるとこの影になって、この辺やっぱりちょっと芽が小さいんですよね。ここに日当たるようにしましょうという、弱いとこを重点的に当てるみたいな方がいいかなと思います。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉4代目北谷隆一です。今回のテーマはですね、春はやっぱり日当たりが大事と、特に春こそ大事みたいなね、そんなお話をさせていただきます。で、少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。概要欄からね探していただいてメールアドレス登録するだけで定期的にねメール文章とともに動画付きのねいろいろ勉強になるのがメールで来るんで、そっちも登録してみてください。では本題に戻ります。冬はね結構休眠期みたいな感じで室内で管理とかね室に入れるとか、そういう日当たりをあんまり気にしないようなね、季節があったりするんですけど、春になるとその芽がだんだん膨らんできて、成長してきて、で黒松とか赤松錦松なんかでいうと、芽切りっていう作業がもうちょっとしたら後にね控えてるんですけども、それに対してでもやっぱりその芽がすごい元気であってほしい。でさらにその平均的に元気な方が芽切りとかね後の作業にしても、何にしてもやっぱ平均的に元気な芽が木にね全部出ててほしいというところあるんで、そのためにはやっぱり日当たりなんですよね。こちらの木見ていただきたいんですけども、てっぺんの方は日当たりが良くてすごい生い茂ってます。少しお時間ください。YouTube やねメルマガでたくさんお話ししてきたんですけども、やっぱ初心者の方から最初ねどこから学べばいいかわからないというお声をたくさんお聞きします。まずやっぱ盆栽で一番大事なことっていうのはやっぱ最初の1年枯らさないことだと思うんですよね。でまずはもう水やり置き場からで、それをねしっかりとね管理を体系的に学べるウェブ講座を作りました。盆栽枯らさない講座北谷隆一ウェブ版ということでね3980円で販売中でございます。詳しくは概要欄の方を見ていただいたらありますんで、そちらからご購入いただいて、お勉強していただけたらなと思います。よろしくお願いします。こちらの木赤松なんですけども、やっぱてっぺんの方はね結構生い茂ってます。ちょっとこういうカメラで撮影する時見づらいかもわからんですけど、この辺日当たりがやっぱ当たりやすいんで芽が生い茂ってます。ただこの辺この上の、枝がいっぱい密集してるとこの影になって、この辺やっぱりちょっと芽が小さいんですよね。小さいというか弱いというか、なんでこのまま、こっちばっかり日が当たってたら、その芽の平均化がされない、平均的に元気な芽が出ないってことになるんで、仮に太陽がねこっちの方にあるとしたら、なるべくここに当たるようにこの木を回して、ここに日当たるようにしましょうという。である程度大きくなってきたらまたねもっと他弱いとこあればまたちょっと向きを変えてみたりとかね、だから弱いとこを重点的に当てるという感じで、定期的にぐるぐる回してもいいんですけど、同じように回してたらまた同じように差が生まれちゃうんで、弱いとこを重点的に当てるみたいな方がいいかなと思います。こういう生い茂ってる木だとやっぱ枝の密集してる枝の下側結構弱くなってる場合が多いんで、でねまた違うパターンで、こっちこういう針金かけてすぐの葉っぱも少なめでね、こういうのは日当たりいいですね。で仮に太陽がこっち側あるとしたら、こう当たって、この辺影になるやろうなっていうね。だからこうしとったらねこういう片っぽだけに枝があるような子は結構一方方向だけでうまくいってくれるかもわからんですね。枝の影になってる枝がないんで、こういうのは割と日当たりあんまり気にしなくても
なるべく太陽の方にね向けときさえすれば、平均的に強い芽になりやすそうだなっていう、はい、やっぱ密集してる枝のね下はかなり、弱い場合があるんで、そこは特にね見ていただいて、でまあどの時期って言ったらこれから芽が育ってくるこの春先、この辺で特に気をつけていただきたいなと思って、今日、動画しました。だからそうですね。はい以上です。本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。